お疲れお疲れ。どうした？お疲れです。もう昨日すっごい飲んじゃって本当にすっごい疲れてんだよね今。飲み疲れですか？飲み疲れ。なんかの会だったんですかそれ？なんかちょっと誕生日近くて。なんだそれ？誕生会。誕生日近くて、飲み疲れて。あんまりちょっと芸人には見られたくないような誕生会してた。あ、そんなのやってるんですか？なんかこうそうだね。芸人だったじゃないですか。うん。で芸人だった時かなりなんか武骨系に僕は見えたんですよ。あ、そうなんだ。そうです。まあ僕の多分 2,3 年先輩なんですよね。多分そう。宇治原さん。でもう結構なんかいかつい芸人してる人だなとか思ってたんですけど。そうなんだ。そういう印象なんだ。はい。でもかっこよかったですよ。かっこいい。ちょっともうちょっと詳しく聞きたい。いやなんか知ってるとか。なんか宇治原知ってるみたいなこと言われたりとかしましたよ。面白いやついいんだよみたいな感じで見たら結構荒々しくて面白いなとか思ってて、先輩なんだとかいうのありましたけど、そんな人がなんですかその社長の身みたいなことですかそれ？いや詳細は言わないね。ダメなんだよ。もうちゃんと しなきゃダメですよ付き合いとか。いやしてはいる。ちゃんとその危なくはないんだけど、なんだろうね、なんか難しいけどこうなんかそのきらびやかなことしてたっていう。そうなんですか、芸人となんか飲んでたじゃないですか、もともとは絶対。そうですよね。で今はそういう芸人と飲むことってあります？結構。いやもうそれはだいぶ減ったよ。だって大体飲むって言ったらライブ終わりとかに飲むじゃん。それが多くて、だからまあでもね、休みの日にあんまり会わなかったのかな、そもそも芸人と。別にその会いたくないとかじゃないけど、だいたいライブ終わりに飲むみたいな感じだったから、単純にライブ出なくなったからそれで減ったかな。でも楽しいけどね、やっぱり一番芸人と飲んでる時が。そっちは楽しいんですか？そういう飲み会、きらびやか飲み会。そっちは楽しいというよりなんか欲を満たしてるっていう感じ。ダメだよそんなの。飲み会で欲満たすってどういうことですか？なんかわかんないけど、こうなんだろう、東京だわーって感じ。頭見ないでくださいよ。頭はごめん頭はね、喋りながら頭見て。いやこの距離で話す、つかまあ話すのもほぼ初めてじゃん。マジそうっすね。だからなんかもちろんねいろいろ映像では見てるけど、なんかちょっと時代に合ってないかもしれないけど、思ったよりだなっていう。言うなよそれ。しょうがねえんだから。そうだな。そうですよ。どんどん来てるんですよ。その進行がだから抜け毛がすごいとか枕見てこうとかいうのあるじゃないですか。抜け毛もないというか。もうその毛すらない。もうそうです、終わってます。でもなんか俺はそれこそ K ダッシュステージにいたから、トム・ブラウンさんとかね。トム・ブラウンさんね。まあほぼ同じタイミングで入ったからずっと十何年一緒にいたけど、なんか道夫さんと同じ感じの頭だからなんか親近感ある。終わってんじゃねえかよ、道夫さんと同じ頭って。そんなこと言うなよ。俺そんな意味で言ってない。いや道夫さんそうですね。だから本当道夫さんってなんか街で声かけられたりしますよ。本当にするんだ。します。失礼だね。トム・ブラウンさんの人ですよね。で僕なんか奥さんがちょっとだけ布川さんに似てるんですよ。確かに似てるわ。なんか今それか、なんか変な女だなと思ってたんだ。やめろやこら。俺の嫁だぞ。それはやっぱさすが大きい声出るね。俺が決めた人だよ。いやでもびっくりした。後で俺多分先に、ごめん、丸床だよね。丸床です。丸床多分先に会ってるから。僕より先に会ってますよね多分ね。多分会ってるから、なんかその時からなんかなんだろうな、色黒のなんか、なんでこいつ芸人になったんだろうって。なんかどういうことですか？なんかいや別に活発明るい子じゃないですか。まあでもそう明るいけど、なんかなんだろうな、なんか普通に生きればいいのになんで芸人やったんだろう。普通の明るい子だからより。いや普通の明るい芸人始めた人に対して、普通の明るい子はそれはディス入ってますよ。いや違うのよ。なんかでも俺もそうだけど、この芸人ってなんかこう、まあね、コンプレックスを抱えてなってる人が多かったりするイメージがあったから、なんかすごい純粋な綺麗な確かに
汚れてない子みたいなので思ったんだよね。なんかこう鬱屈とした何かみたいな、そう、それは感じなかった。それはみんな芸人ありますけどないかもしれないですね。あ、ないんだ。ダメじゃないか、なかったら。多分なきゃダメなんですよ。いや、わかんないよ。なくてもいいかもしれないし、あんまりないですね。歪んでるなみたいな芸人やっぱ多いじゃないですか。そうそうそう、それはないかもしれないです。だからそれが感じられなかったから、なんか一周回ってだから変なやつだなこいつ、何芸人やってんだろうって芸人になってるやつの中で変っぽい。そうっていうのがあったかな。いやいやいや、知ってくれてんすよね。だからね、2人とも僕も奥さんのことも知ってくれてるんですよね。そうだから布川さんに似てるから、もう2人で歩いてる時もなんかもう恥ずかしいですよ。布川さんとは言われてないですよ、さすがに。でもなんか似てるみたいなこと言われたりとか。そうだね。そうですよ。ほぼトム・ブラウンだもんね。ほぼトム・ブラウン夫婦なんですよ。いいことだよ。いいことなわけねえだろ。いいことだよ。鬼人コンビみたいな感じなんですよ、あの2人は。まあね。それ夫婦でやっちゃってたらダメじゃないですか、それは。でもその近すぎてみんな知らないけど、俺は近すぎてあの2人すっごいいい人だっていうイメージがあるからさ。トム・ブラウンさんはね、いい人2人ですよ。だからまあちょっとそういう意味でいいんじゃないっていう。納得してもらえる？それ。いや、もうあんま納得できないですけど、まあありがとうございます。ありがとうございますなのかな。知らないけど。藤原さんは何結婚してんですか？いや、してない。俺もうだって彼女十何年いないもん。もういらない。いや、欲しい。欲しいんですか？すっごい欲しい。なんならなんだろう、結婚もしたいし、だからなんだろう、でも多分無理なんだよね俺。なんでですか？なんだろうね、なんか昔先輩芸人に言われたら、なんか愛を知らないらしい俺は。愛されたこともないし、人を愛したこともないから、だからなんかもう切れ始めちゃったんだよね、多分。いや、それがやっぱ腹立つ方に行ったってことなんですかね。だと思うよ。いや、でもその愛知らないってどういうことですか？愛されてないんですか？わかんない。もちろん普通に親はいたけど、とかそういう愛情は受けてたんだろうけど、なんか受け取り損ねた感覚がある。なんかすいません、ちょっと本当子供の頃の話とか聞いていいですか？全然いい。本当に普通に働いてるお父さんお母さん。そう普通に働いてて、貧乏でもない。普通だと思う。普通ちょい下かな。だと思う。で、まあでも簡単に言うとすごいお母さん厳しかったから。教育系ってことですか？なんか教育つかなんかすっごい厳しかったかな。なんかいろんな、なんだろう、よくわかんないけど、かなり早い段階で人種差別するなよみたいな、なんかもうその倫理観がすごい。なんかもう言ってしまえば社会活動家みたいなことしてたから。してたんですか？してた。社会活動をしてたんですか？そう。例えば地元にゴミ処分場ができるってなったら、なんかまあ母親曰く、もしそれが破れたりしたら、こう土地が汚染されたりするとかするから、みたいなことを反対を署名活動とかやって。すごい。それだから、その集める側の人ってことですよね。そう署名書いたとかじゃなくて、署名させた側。そうすごっ。でだから結局でもさ、その処分場予定地はさ、その結構人数少ない村っていうかのだったんだけど、割と田舎、めっちゃ田舎、周り家5軒ぐらいしかなかった。どこですか？静岡の浜松なんだけど、の奥の方の山の方で、だからその処分場の反対運動するから、結局そこの土地を売りたい地主、結構その村の中で有力者だったから、なんか途中で俺らの家族嫌われて言いづらかったもんね。宇治原家嫌われてすごいよ。ずっと今まで学校行く時挨拶してくれてたおばあちゃんが無視するようになったんだよ。すごいきつくない？なんか宇治原とかいう名前なんで、ちょっと偉いとこの子供ってわけではないんですね。じゃない、もう本当に。そうか、そういう。お父さんは割とお父さんで普通に、なんだろう、ローランドっていうピアノ作ってる会社にいたんだけど、小4ぐらいでがんになって、でもうそっからずっと闘病生活で高3の時亡くなってんだけど、だからなんだろうね、ずっと暗い家庭でした。ほんと親厳しいし、もうでやっぱ病気になると夫婦仲も悪くなったりするからさ、めっちゃ喧嘩したりしてるし、早くこんなとこから抜け出したいと思って。そうなんですか。東京出たいみたいな、そういうのはマジあった。もうほんと東京出たい、早くもう華やかな世界行って、もうすっごいいかがわしいこととかすっごいしたいってなってた。もう最高じゃないですか。じゃあ今、いやでももう散々言われてると思うけど、もう時代的になんかもうはしゃぎきれないじゃん。
またはしゃいだことないんですよ人生で。まあ確かにそもそも属性がはしゃがなそうだもんね。なんですか今手でこうなんか俺の表面俺のオーラが出る部分だけこうなぞるみたいな感じでいやそんなことないんだけど、まあなんつうの、はしゃいクラブ行ったりとかはしないもんね。大学生の頃一回行ったことあるんですよ。そうなの。大学剣道部だったんですけど、剣道部の先輩がクラブ行くぞって言って、本当にどんなもんか分かんないんですけど、行ったら、いやもう本当に端っこの方でお酒持って、なんか突っ立ってるだけ。そうなるよね。見てました。クラブってこういうことなんだと思って。俺はだってクラブ人生でマジで1000回は行ってる。多分いや楽しみ方がなんか分かんなかったんですよ。1回しか行ってないんですけど。まあね、何を楽しむんだあれ。でもね分かんないけどかっこつけるわけじゃなくて、俺本当にヒップホップが好きだったのもあるから、もう最初はそれで。かっこつけてるよそれは。かっこつけさせてくれよそういう文化なんだよヒップホップは。そうなんですか。ヒップホップ聞きに行く感じ。そうで乗ってるってことですか。乗ってる。でも途中からはもうほぼ芸人としてなかなか結果が出なかったから、もう現実逃避の場。もう暗くて音大きいからもう関係ないじゃない、私が売れてるか売れてないかとか。ストレス解消にもなるし。そうそういう場所なんですね。あとまあナンパもしたりとかもあるけどね。ナンパはなんですか、普通のとこよりやっぱ成功率高いのかな。いやそんなことはないよ。そうなんですね。そんなことはないけど、まあしてたかな。いやでもそうですね、成功体験があったってことですよね。まああった。だからそれで言ってたけど、まあ言ってなさそうだわ。言ってないですよ。そんな言ったことないというか、もう別に2人しか付き合ったことないです僕。すごいね、2人で付き合ってもう2人目でも結婚だ。でもそれ羨ましいけどね。本当はでも3人なんです。なんで嘘。いや最初の1人はもう付き合いましょうってなって付き合ってから1回しか会ってないというか。何それでもうそっからもう音信不通みたいになっちゃったんで、だからもうそれは付き合ったとは言えない。まあ確かにちょっとノーカウントだね。で2人目が大学生ぐらいの頃に付き合った子で、でも今の奥さんです。すごいね。そうです。2人しかいない。どうやってアイスの人を。なんだよそれ。それどういうことですか。宇治原さんが愛を知らないから聞いてるのか、それとも単純におめえみたいな2人しかそれはどっちですか。それは被害者意識が強すぎる。いや前者に決まってるじゃん。前者。むしろ俺が教えてくださいっていう。いやどうやって愛すのって、いやだから好きになったらもうオートマチックだろ。何を言ってんだ俺は。かっこいいな。でもそうだよね。多分そんな意識して愛してるわけじゃないもんね。好きもう自然とっていう。そうですよ。考えてね、愛さなきゃとか考えてるんじゃないですか、もしかしたら。すごい考える。愛すとかないじゃないですか、別に。やり方ないんだ。愛さなきゃなんて使命感みたいな思ったことはないです、一回も。いやまあじゃあちょっとでも大体そうだな。ほとんどの人に聞くとそういうような言い方されて終わっちゃうんだよ。何も学べず。だからすごい考えちゃってる。逆になんかすごいもう愛ってなんだろうみたいなとこ行っちゃってるんでしょうね。行っちゃってる。愛がないとか言われたから。そうだね。そうですよね。それにもともとこんなキレキャラみたいな感じで、見た目もね怖そうだけど、ものすごい繊細でいろいろ考えちゃうからさ。そうなんですか。俺もですね、それは。そうなの？割とそうです。そもそもさ、なんかまあ一応共通点で言ったらなんかキレキャラみたいなところあるけどさ、なんでそうなったの？なんでそうなった？だから俺は本当にもう考えすぎちゃったりとか、うわーってなって本当に普通にキレてたんですごいよく。腹立つことが多かったってことですね。そう、まあ主に相方にキレてんだけど、そうすぐ怒っちゃってたんだけど、なんで怒るの？いや僕はもうむちゃくちゃされるから怒ってるっていう。まあそうなんですよ。そうだよね。学生時代からもうそうなんですよ。むちゃくちゃされてることに対して、僕はなんかやめてよっていうタイプではなかったんで、お前らいい加減にしろこの野郎みたいなやってました、中学生ぐらいから。でもそれやったら結構人っていじってこなくならない？いやその中でなんか骨太のやついるんですよ。なんか面白いっていう解釈をするやつがいるんですよ。いるな、学生のくせに。確かに。でそいつのせいでなんか、ずっとそんな感じでやってて、プラスお笑いが好きだったっていう
のが合わさっただけで、これが面白いから俺はいけるなんて思ったことはないです。はい、でもそうかも。俺もなんかちょっとそのぶち切り宇治原っていう名前でその TikTok 始める時にやり始めたけど、それまではなんかこうやっぱ切れると単純に人が怯えるだけだからさ、なんか良くないことだと思ってたけど、やっぱトム・ブラウンだけものすごい、俺が相方にすごいキレててもずーっと携帯でそれ撮りながらなんかいいわ絶対に怒ってる顔だからいいわ面白いみたいな変わんないなトム・ブラウンさんすごいずーっと言ってきてくれたから、それが思い出して TikTok で切り替え始めたのもあるけど、こっちはね面白いなんて思ってムカついてんだからね。ムカついてること言ってるだけですからね、いやそうですよね。だから別になんか言われませんか、その宇治原さんですよねみたいな、切れないんですねとか切れてくださいとか言われないですか。それめちゃくちゃね言われたんだけど、なんか最初だけだね。最近ねあんまりね、もうその結論書いてもキレキャラとか、そもそも芸人時代キレキャラって感じでやってたわけでもないから、なんだろう、キレキャラで笑いなんか取れないんだよね俺。そうなんですか。取れないっていうか、なんかよくわかんないからもうやめた。普通に喋ってる。でもそういうことを言われることもないですか、切れてくださいよと。だから最初はあった。全然切れてくださいよみたいな、雑にめっちゃあったけど、そういうのに切れそうになってやめた。もうなるほど。もう事前に言う、その切れをもしかしたら期待されてるかもしれませんけど、私もう普通に喋りますよっていう。もうそこはもうパッと切るんだ。ちょっと今分かったんですけど、宇治原さんはその攻撃的キレなんですよね。で僕は守りのキレなんですよね。なんか嫌だな。いやいや攻撃的。だからその、自分が腹立つことをこう喋る側なんですよ。僕は別に何も思ってないんですよ。みんながいるから、みんなに腹立ってるだけなんですよ。嫌なことするやつらに腹立ってるだけなんですよ。そういうことね。いやそれは俺もそうだよ。それ世間じゃないですか、向いてるのが。俺は仲間ですもん。まあな、なんか俺の方がやっぱり愛がない感じだな。いや違う世間にキレてるのやばくない？どう納得できないことが多いんじゃないですか。だから多い、すごい多いんだよな。だからそっち行っちゃうんですよ。別に僕納得できないことなんかないですもん。でも求められますけど、そのすっごい良くないけど納得しろよお前はって思うしね。なんだよこの野郎、いい加減しろ。なんで納得しろよお前はって。納得してくれよそこ。俺だって日本人の一人だよ一緒だよ、人権ってのがあって。まあね、みんな一緒だけど、やっぱ事実を言うとお前みたいなもんが主張するなみたいな。いや主張するよって言われがちだなっていう。ですそこに対しては俺は立ち上がりますよ。そういうことに対してお前は言うなとか、言われたな俺よく。お前はいいんだよみたいなふざけんなって言ってたよ。そうなるよね。そうですよ、なるけどちょっとそう言う側の気持ちも少しわかる。いやわかんないです。それもだから別に、世間に対しての不満とかそういうのはあんま思うタイプではないです。ないんだ。ないです。いいな、その方が生きやすいよね。人間に対しては思います。だからそうだろうね。その言い方とか、なんで今そういう風な発想になったんだとかは思います。でもその人間に対して思うって言ってるけど、なんか別に俺がこの世間に対して思うのも結局世間も人間の集合体じゃん、でそう考えると別に世間にも怒ることは可能じゃない？そこは違うんだもん、個人。そうですね。正直ごめん、俺自分で今聞いたけどもうなんか難しくなっちゃって別に答えなくていいや今の質問自分でなんか聞いてた。そうですねあとなんか俺も自分なりにどういう意味だろうなって思いながら話そうと思ってたんですよ今。ちょっと分からなかったよね。いや分かんなかったですけど、でも俺分かんないとか言わないですよ。自分なりのやつ出しますよ。合ってますっていう感じで本当出しますよ。何が何でも。いや引っ込めちゃった俺も。いやなんとなく分かります。世間そうですね、いいですよ別に分かんないの分かんないでいい。そうなんだ。でも初対面だからなんか結構話すこといろいろあるかなと思ったけど、もう割となんか話すことないかも。おいもうやめろよそうやって言うの。いや逆にあるか。だってそのまずそもそもなんだろう、一番最初に話すことかもしれないけど、まずそのお前が俺のことを知ってるかどうかもわからなかったし。いやそれは知ってますよ。認識されてるかもわかんなかったんだけど知ってはいたのね。知ってますし、その宇治原さんが有名になっていくのも、宇治原さんこんな
なんか人気になってるとか見てきてますよ。そこもそうだったんだ。そうですよ。で言ったら僕バイトしてた時とかにブチギレ宇治原って知ってる、面白いよとか言って言われたことあって、知ってるわみたいなでもバイト先の人にそんな怒りながら言うなよ。だけどそうやってもう世間にこうもう会ってきてる宇治原さんとかも感じてるし、ちょっと言われたこともありますよ。ああいうのやればみたいな。うわー、そうですよ。ありそうだね。ありそうですよ。いや、なんか嫌だよね。嫌です。別に俺が家とかじゃないけど、なんか、ああいうのやればって、いや、なんか簡単、適当なこと言うなよって、ね、そうですよ。ほんでなんか何でしたっけ、配信バトルみたいなのが一回あったんですよ。事務所内で配信して誰が一番人気あるかみたいな。はいはい、なんかあったかも。そういう本当に何ですか、カメラに向かってどうもこんにちはっつってなんか投げ銭もらったりとかする。なんか他の事務所でもあったよね。ありました。それのうちの事務所バージョンがあって、その時何にもすることなく、コロナ禍だったかな、何もすることなかったんで、じゃあ僕らもやらせてくださいっつってやって、なんかこうコメントで来るわけですね、自分をいじってくるような。それに対して家の中でブチギレてたんですよ。そしたらもう宇治原じゃんみたいな書かれたりとかしてんすよ。こっちはよかった、早めにやっといて。そっちが先にやってたら確実に負けていたから。いや負けてないですけど、いや本当に、でもそれも俺は自分で普通にやってたら宇治原じゃんって来て、本当だって思っちゃってなるよね。なります。かわいそうだけど、だからそれはもう早いもん順というかね、しょうがないです。しょうがないというか、本当だ、じゃあこういうのやめた方がいいんだって思って僕はさっとやんなかったですし。でも逆に俺ネットでちょっとうまくいって、で言ってもさ、昭和生まれだしさ、やっぱテレビ憧れがあるからさ、この流れでちょっとテレビとかもいけたらとかって思ったぐらいで、やっぱお前らが出てきてさ、もうその席座られちゃったって思って。マジっすか？別にネガティブな感情は抱いてないけど、なんだよと思って、無理だとは思った時あって。じゃあなんかお互い軽い意識はしてるんですね。やっぱ言われるもんね。言われますよね。大きくくくられるんですよね。そう。ブチギレみたいな感じで。そうだよね。でもさ、キレキャラって認識でいるの、自分のこと。いないですよ。そうだよね。キレキャラみたいな。なんかもうキレキャラだけかもしれないですけど、第2のとかめっちゃ言われないですか？例えば第2の竹山とか。それは最初めちゃくちゃ言われた。言われますよね。すっごい言われた。第2の小峠とか言われて、もうまるで違うんですよ、自分たちの中では。そうよね。だから宇治原さんと僕で、宇治原じゃんとか言われたりとか、でそういうのってもう僕ら本人からしたらまるで違うじゃないですか。降りましょうよ、もうタクシー。降りる？降りましょう。そんな急にいいけどさ、もう着いちゃったしね。もう着くから。じゃあまたね。また。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。いや捕まりましたね。なんか最近はスムーズに捕まりますね。そうっすね。よいしょ。いや最近膝が痛いです。マジっすか。
膝がね寒いと膝が痛みやすいんですけど、体重増えてからより痛くなってきて、まあその分負担がかかるからっていうのもあるでしょうけど、右なんですか？右が古傷なんですよ。自衛隊の時。なるほど。だからなんかこう寒いと痛いっていう感じですね。なんか普段生活してる時は全く痛くないんですけど。腰とか肩大丈夫ですか？最近は腰は平気ですね。肩は万年だったんですけど、なんか一回俺その眼瞼下垂の手術して、そしたら肩の痛みがゼロになりました。なんか肩こりがひどくなる原因っぽくて、めちゃくちゃ楽になりました。そうなんですね。肩こりほぼゼロですね。今それは羨ましい。なんか目をなんか開けるのに肩の筋肉使ってたっぽくて、そうだからなんか病院行った時も最初眼科行ったんですけど、眼科行って最近まつげが目に当たるっていうので逆さまつげかなっていうので言ったら「いやこれ眼瞼下垂ですね」肩こりもひどくないですかって言われて「ひどいです」って切りましょうって言われて、切ってなんかそのまぶたの上げる筋肉がなんか切れてるらしくて、上がんないですか？まぶたが。だから切って接合してやりましょうっていうやつをやってからは楽ですけど。よかったですね。本当にもう二度としたくないですね。やっぱ目からなんだな。確かにマジで肩こりはそこら辺多い。なんか不調とかあります？僕不調だらけですよ。僕なぜか知んないですけど、まず、右半身が良くなくて、右半身大体やられててまず右の膝の裏が若干おかしくて、最近しゃがむ時にちょっと痛い。良くないですね。そうしゃがむ時にちょっと痛くて、おそらくやっぱ水が溜まりやすくなってるとか、なんかそういうのがあるらしくて、多分そのせいだろうって言われてるんですけど、それがまず一つで、右の腰が痛くて着実に全部右いってます。全部右、多分ですけどバランスが悪いからです。でも俺もこの前スーツの採寸行った時に、結婚式用の友人の結婚式に出るのにスーツ作った時に、オーダーメイドで作ってもらった時に、右肩下がりって言われて、こう肩のバランスが悪い。やっぱゲーム実況やってると姿勢悪くなった。そうです、姿勢悪くなるし、やっぱり人ってその癖みたいのがあって、僕は多分ですけど右に頼ってるんでしょうね。なるほど。右に体が頼りすぎてて、大体だから右にその負担というかかかってるから右ばっか悪くなるんですよ。だからそういうのがあるらしくて、だからトレーニングとかでも右のなんか負担を和らげるようにちゃんとだから姿勢を整えたり、そのバランスを整えるようなトレーニングを割とやってからだいぶ楽になったんですけど、それでもやっぱりね、もう長年にわたる蓄積があるので、あと癖とかもまだ完全に治ってないんで、どうしても右が何かありがちですね。やっぱ右の腰の一部分、左に比べるとやっぱ弱いんですって。明らかに筋肉のつき方とかやっぱ違くて、多分そういうのが積み重なった結果だと思いますみたいな。なんか日曜組結構若手のイメージなんですけど、それですら30代突入したじゃないですか、ほとんど。まあで考えると十何年もやってたらそれは突入はするんですけど、しますし、30ぐらいからだんだんなんか来たりするんで。確かに。なんか感覚はまひってたんですよ。20何歳ぐらいの時は、やっぱ上に MSSP っていう存在がいたからしかも元気いっぱいじゃないですかMSSP の。意外と確かに俺以外は元気いっぱいですね。キックンさんとかずっと元気じゃないですか。キックン的に言うなら、自分は
元気だと思い込むことがめっちゃ大切だと俺は強いと俺はいけると確かにそれはめっちゃ重要だなと思いますね。やっぱね弱気とか、はい、やっぱ自分がおっさんだなとか思い始めるとあんま良くない、はい、やっぱでこう関わりが増えてって話してた時に、はあ、MSSP でもやっぱやっぱ最近は疲れてさって話を聞き始めると、はい、おっとこれは10年後の未来はこうなるのかってそうですよ40になってごらんなさい本当にさすがに来てるでしょっていう瞬間やっぱありますよ特にね眠くてしょうがないですよね。もうねそのね僕が一番感じるのは眠くてしょうがないことです、はい、だってマジできっくんさんとかですわ、はい、打ち上げでもう途中寝るじゃないですか。寝ます、うん、多分疲労感とかやっぱ眠気に耐えれなくなるんですよねあれね。僕もね20代とか、はいはい、その時に旅行行った時はもう一晩中寝なくても余裕だったのにもう今無理ですもんやっぱり12時超えたあたりで、はい、もう眠いな一日中歩いたしみたいな眠気に耐えれないなみたいな。俺も最近感じるんですよ。なんか今までは別になんか夜更かし平気だったのに、不意になんか9時ぐらいになんか今日眠いな眠いなってなって10時ぐらいに寝て4時ぐらいに起きるっていうまあ健康的ではあるんですけどねある意味無理できるよりはマジで30になった去年ぐらいから、なんか明らかに顕著に見始めてそれまで、なんだかんだいやあと少しで30だなって言ってた時って元気だったんだなっていう。そうですね20代はまだそう30突入してこれからどんどんなっていくんでやっぱそこはでも気力でなんとか。じゃあトモさんとかも昔どんどんと元気だったのが徐々にこういや疲れるからいいやっていうやつが増え始めてるトモさんやめてくれよトモさんがそんなこと言ったら後に続いていく俺たちの気持ちはどうなるんだよ。そうですよねトモさんそういうとこあるからな本当にウケるな。だって明らかにここ数年でトモさんもキャンプの数が減ったじゃないですか。まあ減りましたね。それ忙しいっていうのももちろんあるんでしょうけど、明らかになんかやっぱ疲れを感じ始めてるっていう。そうですね。でもトモさん忙しそうだからなやっぱなそれもあるんじゃないですかね。分かんないですけど僕日曜組さん割と、はい、まあ外から見てる限りでは、はい、ペンさんとかめっちゃ元気じゃないですか。気のせいですか意外と。でも最近結構元気ですよ東京に引っ越してきてから要するになんかこう知り合いが多いから出かける機会が増えたじゃん、ってなってからちょっと元気になりました。パワーもらうタイプなの。やっぱずっと家にこもってるとやっぱ元気がつきにくいんでしょ。なるほどなるほど。人と会わないからローテンションでいいじゃないですか。はいはいはいでもさすがに疲労感は感じる瞬間ペイントあるっぽくて、なんか旅行先とかでも、ちょっと休憩したいみたいな展開がやっぱ昔よりかは確実に増えてます。元気なの多分今死神さんぐらいです。ボルダリングやってる。ガミさんね一番元気。ガミさん元気なんですけどなんかおとなしくなる瞬間も全然あるからもうそれはもう確かに電源が切れる瞬間がねありますから。そう逆にノアさんは割とすごい一定な感じが。一定ですね。うちはね疲れたって言ってるのは多分僕とちょいエオもねそんな言わないですね。キックあるもんはねそういうこと言わないんですよマジで。へえ。言わないですね。疲れても疲れたって多分言いたくないんでしょやっぱ認めるわけにはいかないから。そうおそらくね聞いたことないです基本的にいやでもなんかこう体をちょっと運動増やそうと思ったのも
やっぱ寝て起きた時に疲れが取れてない時あるんで、やっぱ忙しい時とか、そうですね。いやちょっと体力つけた方がいいなっていうのを感じました。イベントの後とか、珍しく全員が早く寝てめっちゃ寝るっていうやつをやったんで。トラさん学生の頃とかめっちゃ体力、いやもう有り余ってましたよ。ですよ。なんか学生の子は割とトレーニング的なこともめっちゃもうやってましたし、トレーニングしても疲れなかったんですよ。なんか運動して、もうまあ少しでも寝たら回復するみたいな。で自衛隊辞めて、20代半ばぐらいから、寝ないとやっぱ体力が回復しなくなってきて、30歳になって感じたのが、寝ても回復しない時あるなっていう。学生の子なんてだって朝方までゲームやって 1,2 時間寝て学校行ってとか、やっても全然元気でした。無敵でした。無敵でしたよ。僕はねそれは逆で、今の方が強いです。もう逆にトレーニング週2日でもやってる分、僕学生時代はもうクソ雑魚でしたマジで動いてなかったんで、運動神経も今より多分なかったし全然でも確かにそれで言うとあれなのかもしれないです。俺もともと体力あったじゃない、あるつもりでやってるのかもしれないです。だからその分疲れがそうですみたいな、キャパが多く感じてる。ゆびさん多分運動もともとしてなかったんで、キャパもうない状態から増えたわけじゃないですか。だからまだマシというか、だから単純なね眠気とかは昔の方が体勢ありましたけど、多分体力的な話で言うと今の方が全然あります。いや圧倒的に減りましたね、体力は。昔だって僕あれですよ、小6の時とか、50m 走12秒とかでした12秒12秒すごくないですか。12秒すごいですね。そうで、なぜか 100m になると加速がつくのが21秒ぐらい。50m 走12秒はでも確かにすごいなだって俺 50m 走 6.3 そうでしょうね、往復できますよマジで運動神経ゼロなんですよ。多分今の方が早いんじゃないですか。今の方がもしかしたら早いかもしれないですねあんま全力で走る気はないんで。でも今の確かに年齢で全力疾走するのは逆な意味で怖いです。怖いっすよねそれ本当に思うんですよね。今なんか全力で走るっていう行為自体マジで怖いですよね。キャンプ部で2年前ぐらいよくドッジボールとかやってたじゃないですか。でやっぱクッて動くときに、あれちょっと足をつることが多くなってきたぞっていう時に、これ本気でやったら本当に終わるんじゃないかっていう恐怖を感じるようになりました。僕ね5年前ぐらいにまだだから筋トレ始めてなかった時に、なんかちょっと撮影じゃないですか、そういうので全力で走って逃げてくださいみたいなそういうことがあって、で分かりましたみたいな感じで全力で走って逃げてうわーってやってる最中に息切れるじゃないですか、息切れて久しぶりに全力で走ったのかそのせいか分かんないですけど、もう呼吸できなくなってあれ不思議なもんでね、やっぱね人ってそういう状況で全力で動いた後に呼吸できなくなると体が力抜けるんですよ。しびれる感覚ですか。そういやもう本当にね立てなくなるというか、ふわってそのままこけて手血だらけです本当に崩れ落ちてもう本当にやっぱもうこの年齢になると全力疾走ダメなんだみたいな学生だったらいくら疲れてもまだ別にね、そんなことはなかったのにやっぱダメなんだなと思って、でもそれはもう多分そもそも運動してなかったからです、やっぱ人って衰えるんだなと思いましたね。いやでも分かった。さすがに俺も怖いですもん。運動してたから、イメージでは動けるイメージが残ってるんですけど、体が一歩遅れてついてくるんで、そうか
これ本気で走ったら絶対こけるなみたいな、とかあとアキレス腱切りそうだなっていう恐怖が先に来ちゃって、運動今からし直しても全力で動くの怖いなっていう気持ちはありますよ。やっぱ学生時代めっちゃ活発だったんですか？学生時代は俺なんかプロレスにハマってて、で近くになんかその田舎なんで公民館的なところにマットの貸し出しとかあったんですよ。誰もいないとこ、道場みたいなとこ、だからそこでマットをこう引いて、プロレスごっことかを高1とかの子はよくやってましたけど、なんかやっぱ怪我を恐れてなさすぎて活発で、でもいいですね、そういう風がやっぱ、もうなんか動きまくってましたね。で家に帰ったら普通にパソコンつけてゲームやったりとか、で学校の時はもうひたすら休み時間の間動き回ってみたいな。でもゲームやってました？ゲームめちゃくちゃやってましたよ。本当に？それこそ文武両道まあ確かに文武両道文ゲーム両道文ゲーム両道あれなんですよ、ちょうどマイクラのベータ版アルファ版からベータ版に変わったぐらいな。そっか、学生時代にマイクラがあったんだ。そうなんですよ。それはでもうペイントたちは日常組を作ってましたけど、それがすごいですもんね。でも俺友達として普通に遊んでたりは知ってたんで、ゲームとかで、だからマイクラをなぜか、いや今マジで考えられないですけど、マイクラで朝まで何やるんだっていう話なんですけど、まあね意外とねもう慣れちゃったからあれですけど、スカイプでやってましたよ。スカイプで朝まで。学生時代にマイクラあったらやばかったな。俺もやっぱめちゃくちゃやってただろうな。何でもできるそうっすね、ものがなかったんで、マジでずっとマイクラをやったり、あとはその時だとまあパソコンのゲームとかも徐々にこう増え始めてた時期なんで、なんかそういうやつを遊びまくってました。学生の頃やるゲームの面白さって半端じゃないですよね。すごいっすよねあれね。なんかなんですかね、シングルゲームでもなんかみんなで集まってワイワイやってる時の謎の楽しさが生まれるんですよね。学生時代ゲームってだけで面白かったですもん。面白かったですね。面白かったですね。まあ今でも面白いんですけど全然面白いんですけど、やっぱあの時のなんかワクワク感とかドキドキにはやっぱ勝てない。正直勝てないですね。しょうがないのかもしれないですけど、マジで休みの時とかに桃鉄99年とか普通にやってましたけど、今やろうとはやっぱできない。そうですね。なんか別にそういう企画だったら当然できるっちゃできますけど、なんかあの頃のもう何事もなくというか、そういうんでもなく、シャー朝までやろうぜみたいな、意味もなくやろうぜみたいな。で朝まで興奮が止まらないとかないっすよ多分。もうさすがに途中で多分もう疲れとうわ眠いなみたいな一回寝ていいみたいなじゃあ一旦終わりでみたいな。いやなりますよそりゃ。マジで終わりを見つけるのが学生時代難しかったなっていう。そうっすね。いやそうなんですよね。だから俺の学生時代があれなんですよ、ゲームキューブが、そもそもだから中学生の子はもうみんなゲームキューブやってて、で中学の終わりから PSP のモンハンが流行り始めたんで、もうずーっとゲームでしたね。ゲームキューブとかだとエアライドとか、桃鉄、あとスマブラ、ここあたりをずーっとやってました。ゲームキューブの時で中学生入った瞬間ぐらい。そうですね、大体だから小学校の終わりぐらいには出たんですよ、ゲームキューブは。少なくとも、小学校の低学年の時に SP が出た時期なんで。僕らはやっぱ高校の終わりぐらいなのかな。アドバンスはあった気がするな。やっぱもうそういうレベルなんで、やっぱ世代的にはめちゃくちゃずれてるんで。そうですね。だからちょうど10年ぐらいずれてる。ちょうど10年ぐらい出てるはずです。PSP もギリギリだったんじゃないかな。だからもう僕らはもう本当
スーファミからぐらい。はい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 、スーファミはマジでその6個上7個上の兄ちゃんがやってるっていう認識だったんですよ、で行くとなんかやってるんですよ、ちっちゃい子に見に行く時、で遊ばせてもらってっていうやつだから最初に買ってもらったのがゲームボーイカラーでした、今信じられないですけどなんだろう明るい緑色みたいなゲームボーイカラーのやつだったじゃないですか。あれ買ってもらってなぜかソフトはゲームボーイカラーじゃなくてポケモンの赤を買ってもらって遊ぶっていう全然でもそれをだいぶちっちゃい頃ですよ多分。本当に幼稚園ぐらいですよね。年長ぐらいです。じゃあコンビニで、ゲーム買いに行くとかなかった？ないですね。ない。なんだっけローソンかなんかに、あれがあったんですよ。なんかファミコンのスーパーファミコンかなんかのやつを入れるとなんかソフトを切り替えられるっていうやつがあって、親戚の兄ちゃんは言ってるのを見たことあるんですよ。それギリギリぐらいですよ多分、ね、ギリギリぐらい。当時はだからやっぱり最新作が、コンビニで発売とかされてたんで、だからコンビニだったらワンチャン日が変わってすぐのタイミングぐらいで変えたパターンがあって、だからコンビニではもうその時間になるまで待機して速攻で買って、もうまあ言ってしまえばフライング気味で家でやるみたいな。ゲーム買ってたところが、田舎っていうところもあったんですけど、おもちゃ屋が1個あったんですよ。レンタルビデオ屋もやってるおもちゃ屋、本当になんかチェーン店もしてないような個人のと釣り具屋。釣り具屋なんです。釣り具屋のところにゲームソフトと、カードゲームのパックとかが売ってるところがあって、でもコンビニで予約して買えました。予約して買いました。予約したコンビニに受け取りに行ってみたいな。なんか後ろのタバコとかが置いてある棚の隣にゲームソフトがなんか置いてあって、確かにギリギリかぶってる。ギリギリかぶってますね。確かにあったな。それが大体僕らが小学終わるぐらいの話だったんで。今じゃスイッチ2ですからね。いやもう便利な時代になりましたよ。便利な時代ですよ。別に買いに行かなくても家の中でダウンロードできるじゃないですか。時間になったら遊べちゃうんだからって。そうでもうおっさんだったからとりあえずじゃあダウンロードだけしとくかみたいな。遊ぶの後で昔なんて買ったらすぐにやってたのに。速攻やってましたよね。もうそれこそ車の中でやってましたよ。そうですね。ゲームやりたくなってきたな。そうですね。まあやっぱりその初心を忘れないと重要ですからね。そうですね。じゃあ着きましたから降りますか。そうですね。いやいいですねゲームはやっぱね。ゲームやろう。
はい、どうもすいません。それちょっと横浜の方までお願いします。あ、渋川さんも大丈夫ですよ。はい、ありがとうございます。はいはいはい。もうこれですね。いや、これ、運転手さん、途中で一人降りるんですけど大丈夫ですか？はい。いや、もうこれですね。またかと。いてくれてよかったですよ、今日も。いや、また渋川さんちょっとテンション上がりましたね。ね、一緒にタクシー、まあでも一緒に帰りましょうということでね。いや、この前ね、結構漫画の話とかしましたけど。そうですね、あれ朝まで盛り上がっちゃってね。そうね、まだね、勧めてもらったもの読んでないんですけど、僕もですね、買ったんですけど、はい、これから読みます。これから読むですね、はい、俺も。いや、今日ね、でもね、聞きたいことあったんですよ。お、何ですか？いや、結構なんかその格闘ゲームと、そのなんだろう、麻雀のプロとかって似通ってるな。まあ、格闘ゲームっていうか、まあプロゲーマーと。僕もそれ思ったんですよ。あ、そうなんですか。そうで、やっぱりもともと趣味じゃないですか。そうですね、元は趣味だし、まあ言ったら、まあ麻雀の方はちょっと分かんないですけど、ゲームとかってまあその人によってはっていう話はされてましたけど、その生活できるようなジャンルではなかった。ないですね、ないじゃないですか。はい、まあ一部は多分いたと思うんですけど、その麻雀の方とかは。で、そういう世界で、まずなんでのめり込もうと思ったのかっていうところがちょっと気になってて。これはでも簡単ですね、麻雀が楽しすぎてきっかけ何なんですか？きっかけは両親っていうか父さんが麻雀大好きで、家に麻雀漫画がもうめちゃくちゃあったんですよ。まあ読むじゃないですか、子供は。そしたら麻雀やってるから麻雀何って気になるじゃないですか。で教えてもらうじゃないですか。のめり込んじゃいましたね、それで。天赤木、そう徹夜とか、そう結構渋いのもいろいろあったんですよ。そうなんですか。誰も知らないようなのとか、例えばどんなの？てっぺんとか。なんだ、知らない。アブレモンとか。知らない。あ、でも近代麻雀ってのがありますから。そう。まあ昔からね、麻雀漫画はねいっぱいあったと思うんですけど、そういう渋い麻雀漫画読んで育ってきたんで。あ、だから漫画とかも好きだったってこと？そうですね。でも父さんがいっぱいあって、こち亀とかも前回揃えてたりしてたんで、漫画結構好きなお父さんだったんだ。だから漫画結構詳しくなりましたね。孫さんなんで乗り込んだんですか？いや、俺はあれなんですよ、なんか逃げたかったんですよ。逃げたかった？はい。結構うちって、その母親が教育ママ、いわゆる教育ママみたいな感じのところで、結構やっぱ受験勉強とかさせられたりとか、まあさせられたって言い方もよくないと思うけど、したりとかしてて、まあ勉強しなさいってよく言われる家庭だったんですけど、ほら子供の頃ってやっぱ言われるから反発しちゃって、その反面そのやりたくないから、そこから逃げ出したくてなんか遊びたくなっちゃったりとかするじゃないですか。だからその遊びのジャンルである、当時やっぱスーパーファミコンだったりとかっていうのが出たばっかりで、なんかそっちの方をやりたくなってたんですよ。まあそのことに対して興味を持ってたかどうかわかんないんですけど、とにかくゲームってものに対して異常にやっぱやりたくなっちゃってた。その反発心からかっていうところがあって、しかも親ってやらせてくれないから、なかなかなんか勉強これぐらいしないとゲームこれぐらいやっちゃダメみたいなのがあって、なんかレアリティ感があったから、さらにそのゲームがやっぱ魅力的に見えてきてたんですよ。でそんな中で、じゃあ俺ゲームできてたのかっていうと全然できてなかったんですよ。やってはないんですね。これなんでかっていうと、兄貴がいたんですけど、兄貴がやってる時に後ろで俺ずっと見させられてたんですよ。っていうかやらせてもらえなかったんですよ。見るのはいいよみたいな。そう兄貴が RPG とかやってるところを俺後ろでずっと見てたりとかしてるだけなのに、じゃあ兄貴やってたから俺ゲームやらせてって言うと、親はあんたやってたでしょ、やってた関西やってないんですよ。だからやりたい欲がすごい高まっちゃってて、で唯一やれたのがストリートファイター2が出た時に、兄貴が一人じゃつまんないって言うから、そこでゲームできたんですよ。確かに唯一できたのがストリートファイター格闘ゲームだったんで、そこからやっぱ格闘ゲームを知ってやるようになって、で当時はやっぱりそのゲームコーナーとかあったんです。スーパーありましたね。おもちゃ屋とか、駄菓子屋とかのレバーカチャカチャって、そうゲームコーナーがあって、そこで50円とか、入れればワンプレイできるみたいなのがあって、家じゃできないんだけど、で
格闘ゲームやりたいじゃないですか、格闘ゲームだけゲームやりたいじゃないですか。やりたいですね。外行って50円入れればゲームできるんですよ、これ最高だなと思って、よく親父にタバコ買ってこいって言われて1000円もらうんですけど、お釣り全部なくしてきたっつって3時間後ぐらいに帰ってきたりとかするんですよなるほどでも親父も多分ね分かっててそれやってたと思うんですけど、これぐらいいいかって、ね、そうっていうのがあって、だからそこからやっぱ自分の中で格闘ゲームっていうのはやっぱ特別感があったりとか、なるほど。だからガキの頃からやってて、だからその同級生とか中高時代で上がった時とかにその同級生よりもやってる量が多いからちょっと上手かったりとかして、そんぐらいちょっと上手いぐらいだったんですか？ほんとちょっとっすよ。そうなんですね。ちょっとまあだからそのやってるやつがいないから、でも学校の近くゲーセンやったりとかして行ったら、まあその中では上手い方とかだったりとかしたんで、だから自分の中でやっぱり大事なものになってたんですね、人より誇れるものがなかった幼少時代で、別に頭もそんなに良くないし、勉強もできたわけでもないし足も速いわけでもないしっていう感じだったんで、初めてなんか人より誇れるものができたなっていうふうに思ってて、でそれでやっぱりなんかのめり込むようになりましたよね。自分にとってやっぱアイデンティティというか、なるほど、大事なものというか、これがなくなったら俺じゃなくなっちゃうみたいなところもあったりとかしてっていう感じで俺はねのめり込むようになったんですね。でそこからもずっとやってたと。でゲームセンター行って、まあそのうちね全国大会があるってことを知ったりとかして、新宿のゲーセンとかに行くようになり、まあそこからなんか全国大会に出て、まあ今に至るみたいなそこで活躍して。そうですね。なんか昔はプロとかなかったですよね。ないっすね、なぜできたんですかね。すごいですね。楽しかったし、でも当時、まあ今でもねよくたまに考えるんですけど、人ってなんで生きてるんだろうっていう哲学的なところを考えたりとかしてて、生きてるんだったら、幸せにならないと意味がないっていうふうに思ってて、でその幸せってのは人それぞれ定義が違うっていうか、まあそのなり方が違うっていうふうに思ってるんで、俺の場合は楽しく生きることが幸せだなっていうふうに思ってたんですよ。なのでなんだろう、そのもともとまあいわゆる一般のっていうかまあ普通の人たちとは違うそのレールを歩んできてるんで、一般の世界で楽しく生きるってのはもう難しいだろう。難しい。なんででも俺は幸い、格闘ゲームっていうところでそのしのぎを削り合ってれば、刺激をずっと得て幸せだと楽しいというのが分かったんで、20ちょい過ぎぐらい、23とか4ぐらいの時には、もう収入とか別に生きていくだけあればいいから、あとは格闘ゲーム別にやれてればいいやって思ったんですよ。まあ結果的にはそこからプロができたりとかして、今でこそその収入とかは得られるようになったんですけど、それをまあその生きていくだけ以上に得られるようになったんですけど、まあ自分の中でもうこれでいいやって思ったのが今までやってこれた理由ですね。それでも僕もめっちゃ一緒ですわ。本当ですか？僕も麻雀は圧倒的に人より上手かったんですよ。そうなんですね。それはもう自負してて、でも大学入って、プログラミングの授業とかやってるんですけど、明らかに人よりできないんですよ。よくわかんねえなんだプログラミングって言ってなってて、で両親に、僕は麻雀は人より強い、でもプログラミングとか人よりできないんで、麻雀で生きていきますって言ったんですよ。めっちゃでもプログラミングとかうまそうですけどね。全然もう意味わかんなかったんですよ。そうなんですね。コード打ち込んだらどうのこうのって興味が湧かなかった。そうですね、単純に。そうしたら両親がで、その頃は M リーグとかもなくて、麻雀プロって何かもよくなんだ僕も分かってない状態で、でも麻雀が強いんで麻雀で生きてきますって言って猛反対を受けたんですけど、いやでも本当に僕は麻雀が強いんでって言って説得して東京に出て。でもその時あれでしょうね、その渋川さんが家にいない時とか、お父さんとお母さんと大喧嘩で、あんたのせいでこれ麻雀とか言い始めたのよとか言って。本当に喧嘩しててもおかしくないもう家に麻雀があったせいでみたいな。でもそれがあって
まあでも結局はそっちの道に行くっていう。そうでプロになって、まあ趣味でやってて、僕ももう収入とかはあんま気にせず、まあ好きな麻雀やりながら、みんなでリーグ戦とかやって楽しめてたらいいなと思ってたら、M リーグができて、一部のトッププロだけが入るってなって、で僕初年度は、7チームだったんです。はいはい。あ、増えたんですね。7だっけな、6だったっけな、6か。まあとりあえず初年度は少なかったんですよ。でプロの、もう何チームか忘れちゃったな。とにかく少ない、選ばれしプロだけがいけて、まあ僕は行けなかったんですけど。入れなかったんですか。初年度はそんなにもう麻雀は周りの中では一番うまくて。でもそれやっぱ広島での出来事だったんで、広島広島1だったけど、東京に出てきたらやっぱ東京すげえやと。でしかもその時すでにもう有名なトッププロの人はいっぱいいたから、まあ初年度は、まあ渋川は入るかもしれないけど、まあほぼ無理だよねみたいな枠で、まあ結局入れなくて、まあそれはいいんですけど、まあ入れなくて、でその後たまたま M リーグの解説に呼ばれたんですよね。麻雀って実況と解説がいる、まあスト6もいるじゃないですか。で解説で呼ばれたら好評で、結構喋れるじゃんみたいな。結構いいじゃん、じゃあお前次からも来いよってなって、解説に定着して、でもやっぱ解説するのもいいけど、やっぱ選手として出たいなってね。そうなんですよね。やっぱ一番選手が面白いですよね。解説もいいけど、やっぱ選手もやりたいなってなってたら、大きなタイトル1個取って、ちょうど枠が空いて。そうなんですね。優勝できたんですか。大きなタイトルで。そう、大きなタイトル優勝して、なんか持ってますね。そう、タイミング良かったんですよ。まあ実力もないと多分取れないと思うんですけど、でちょうど選手も入れ替える時期になって、まあ解説で名を馳せてるし、まあいいタイトルも取ってるし、もうなんかもう名実ともにいけるでしょみたいな。じゃあ言っとくかってなって選んでもらったという感じでしたね。そういう感じなんですね。そうで、なんかストリートファイターリーグもあるじゃないですか。ありますね。真帆さんどういう経緯で入ることになったんですか。それは僕はまあこんな感じだった。解説から成り上がったっていう感じなんですけど、まあでもそもそも俺とかはその黎明期からやってるプレイヤーで、確かにっていう話があって、まあ本当長く生きてるだけですよね。でも今のね、土台を作ったみたいな。でもあるとは思いますけど、梅原さんと一緒に作ったみたいな感じですもんね。そうですね。まあもともとはその梅原とかが俺がやるよりも前の世代からのそのプレイヤーで、でそこで時代を作ってもらって、まあ俺とか時々とかがやるようになって、でその後にまあなんだろう、そのゲームのちょっと格闘ゲームが廃れる時代があったんですけど、その中でもストリートファイター4っていうゲームが出て、ちょっと勢いがしたみたいな時があり、そのタイミングで梅原がプロになって、でそれと同じタイミングとかでちょっとずれたタイミングとかで俺が時々プロになっていくみたいな感じだったんで、そうか、入るのはまあ当然っちゃ当然ってことですね。そうですね。あったんですけど、ストリートファイターリーグとかはでもその時に、まあたまたまっていうのもなんですけど、その所属していたチームとかが、そのストリートファイターリーグに参戦チームとして名を連ねていて、まあその中でリーダーとしてやってくれっていう風に言われてやったみたいな、まあ別に自分的にも出たいとこでもあるんですけど、まあ出ることができたっていう感じですね。いやなかなかね、レベルも高くなってきてるので難しいと思うんですけど、でもなんかこういう趣味のジャンルに携わる時とかって、さっきも話しましたけど、やっぱ選手と、だからまあ実況解説とかそれに携わる人、まああとコーチとかいろいろあったりとかで、あとはそのインフルエンサー、まあタレントの方とかもいろいろなんかその役割があったりとかするんですけど、ぶっちゃけ一番コスパ悪いの選手じゃないですか。ぶっちゃけそうですね。辛いっすね。まあ、コスパって言い方するとあれなんですけど、コスパ悪いのはぶっちゃけ俺はそのプレイヤーだと思っていて、まあいろんなところでのコスパですけどね、だけどその代わり一番面白いのも選手。そう一番面白い、間違いなく。それはそう。やっぱ麻雀の世界とかもやっぱそうなんですか。そうですね。やっぱり
選手はもう大変っすいろいろ言われるし、言われるし、ね、やっぱやらなきゃいけないプレッシャーもすごいし、もう解説なんてもう全員の手配見えてんだからもう間違えるわけない、それっぽいこと言えるし、ね、間違えちゃいましたねそうもう言いたい方で言えちゃうんですからでもやっぱりね、打ってる方が楽しいんですよね。いや楽しいんですよね、やっぱねいいんですよ。だから、まあ渋川さんも俺もねやっぱもう40前後じゃないですか、でまあ格闘ゲームの中でまあね14歳とかも出てきたりとかして、でも14歳ってもう何歳差か分かんないぐらいですけど、まあ俺のその格闘ゲームの業界でいうともう結構気づいたらその一番上のベテランの部類に入ってきたんですけど、本当にいつまでいけるかどうか分かんないんだけど、ずっと楽しいからまあその、もちろん戦績とかもね落ちてきたりはしてるけど、やり続けたいんだって気持ちがあってずっとやり続けてるんですけど、いつまでできんのかなって思いながら、ほら野球とかサッカーとかはいくつまでできるっていうのがある程度もうその先人たちが作ってくれたから、ある程度基準があるかもしれないんですけど、ゲームとか麻雀とかってむずくないですか？麻雀とかって先人たちもう60、70までやってたりとか、先人たちまだ頑張ってるんで、ね、すごいですよね。だからちょっと勇気はもらってますね。まだ全然いけるんだなっていう。いやでも格闘ゲームは孫さんが先人なわけですもんになってますよね、だから若い人たちは孫さんを見て、俺たちいつまでできるんだろうなって。いやそうだから作っていかなきゃいけないんで、体感どうですか？あと何年ぐらいはいけそうですか？でもなんか、あんまり感じないようにしてたんですけど、残念ながらオチは感じてます、ね、ちょっとオチは感じてますが、でもモチベーションとか、そのやり方次第で、それがどんだけ変えられるのかっていうのに今はチャレンジしてる段階ですね。まあコントローラーも変えたわけですもんね。そうですね、そういうのでなんだろう、そんな反射神経がすごい求められるようなものでもないので、どちらかというとやっぱりその考え方も別になんかその年を取って硬くなるというか、別に柔軟なままだと思うんですよ、というのもまあよくそのね年を取ると考え方が硬くなるみたいな感じであると思うんですけど、逆にそのいろんな知識はあったりとかするから、そのある程度そういう意味では柔軟になったりとかするんですが、ただその思い切りが良くなくなるんでそこは硬くなってるのかもなっていう、柔軟じゃなくなってるのかもなとは思うんで、そこをなんか改めて考えてみてやってみれば、もしかしたらいけるかもしれない。言ってほしいですね。だからその自分が実験体ですよね、なるほど。でやってみたいなっていうふうに思うんですけど、あとスト6って、インパクトって、あれ反射ですか？あれは読みですか？どっちよりですか？いや僕難しいですよね。インパクト全く返せないんですけど、これは反射神経悪いのか読みが悪いのかもよく分かってないんですけど、まずその意識配分っていうのがあって、例えばそのなんだろう、キャッチボールしてる時に、こういう投げてる時にこれからボールが来ますよってなったら、取れるじゃないですか。取れますね。でもそういうの気にせずに、なんか普通に歩いてたらボール飛んできたら、キャッチできます？いや分かんないですね。多分うわってちょっと取れないかもしれないなって思うじゃないですか、それがインパクトですそれがインパクト、歩いてる時に飛んでくるボール、でその大人になってくるとやっぱ意識してないところへの、意識してるところへの反応速度ってそんなに変わんなかったりとかするんですけど、意識してないところでの反応速度ってのがちょっと落ちます。なるほど、そういう感じですかっていうところで返せなかったりとかするんですけど、でも訓練次第でなんとか返せるようにはなるんじゃないかなっていうふうに模索しながら、もうずっとやってますなかなかできねえな。むずいっすよね。ああいう分かりやすいところがあるっていうのもね、もう練習しがいがあるというか、確かに押すだけですもんね。インパクトありますけどね。インパクト押すだけで、いやでもなんかもう渋川さんとかはね、その麻雀のプロで先人たちが60、70までやってたりとかするんですけど、自分はいつまでそのトッププレイヤーで入れると思います？今40で。今は僕まだいけてる感じあるんで、
特に今年はかなりいい感じに やれてるんで、あと10年は少なくともいける気ではいるんですけど、よく言われる声が、渋川は打ち手としてもいいけど、解説がいいとそれね俺も言われますだから別に打ち手としていいけど、打つのが強い人はいくらでもいるんだけど、解説がいい人はそんなにいないんだから、解説をやってくれっていう声がよく聞かれてて、それは一理あるんだけど、でも揺らぎますよね。そう一理あるんだけど、でもやっぱ打つ方が楽しいんじゃと。いやそうなんですよ、でもそこでいうと渋川さんと俺って似てるかもしれないですね、俺もプレイヤーとしては別になんかそんなめちゃくちゃ弱いとかそういうわけじゃないと思うし、自分ではその頑張っていきたい気持ちはあるし、まだまだいけるぞっていう気持ちはあるんだけども、やっぱ喋るじゃないですか、で格闘ゲームの中で結構喋れる人って別に多くなくて、で孫さんはその実況解説というよりはもう配信とかそういう広める活動の方に頑張ってもらいたいみたいなそっちの方が孫さんのパフォーマンスできますよみたいな声もあったりとかするんで、立川さんとか言いそうっすね。言ってまさに言われますいやでも別にそれはプレイヤーとしてダメっていうわけじゃないんですけど、そうなんです、そこなんですよね。今業界としてそのやっぱ広める役の人が必要だっていうところで、やってほしいみたいに言われるんですけど、でもやっぱゲームやってるの面白いじゃないですか。そうなんですよね、いやだからでもやっぱ適材適所、確かにそっちに向いてるのに、打つのはもったいないと言われるのは分かるんだけど、やっぱちょっと、言うて僕も一応 M リーグでは勝ってる方なんで、勝ってる間はせめてやらせてくれと負け出したら分かった、ちょっと考えるから。引退ってどういう時に起こると思います？引退、そうですね、やっぱり負けが込んで、なんかもうダメだなそうですよね心がちょっとスンってなった時とか。俺だからその引退のその綺麗な引退の仕方って、漫画とかだとやっぱ最後にそのどでかい花火打ち上げて、活躍してありがとうみたいな感じで引退するのが優秀の美みたいな感じで思われますけど、俺理想的な引退っていうのはやっぱ一郎かなり理想的だと思うんですよ。華々しい時代とかもあったんですけど、緩やかにやっぱもうどうしようもなくやっぱ落ちていって、でもそれでもやっぱ野球が好きでずっとやって、最後は引退を余儀なくされる、これが一番の引退の仕方かなっていうふうには思います。やっぱりなんか自分でもまだできると思ってるうちに引退したくないですよね。だからもうさすがにちょっと現実を受け入れなきゃいけないなっていう時に引退っていうのが出てくるかな。一緒ですね。そう、いや一番理想だと思いますね。ただ解説が求められてるのは分かる。分かります。それはそうなんですがみたいな。だからなんとか両立して頑張っていきたい。そうですね。だからその我々としてもねちょっと両立して頑張っていきたいなっていうふうに思うんですけど、でもどうですか、業界的にはやっぱそのこれからもっとどんどん大きくなっていきたいっていう気持ちはやっぱありますし。ありますね。ありますよね。あります。そっちの方がね我々もそのずっとね楽しいことだけやって暮らしていけるんで。あると思うんですけど、スト6も多分似てると思うんですけど、実際実況解説ってめっちゃ大事だと思うんですよ。大事ですね。だってもう打ってるだけ見ても言うてちょっとよく分かんないというか、やっぱり実況解説がどれだけ盛り上げれるかで、いや大事ですね。スト6素晴らしい実況者いるじゃないですか。だから R とかハメコとか、本当にハメコとかね、プレイヤーの誰よりも実は知識持ってたりとかしますからね。なんかめっちゃ詳しいみたいな。オタクですよあいつは。本当にすごいですよ。これはフレーム側とかもうなんかトッププレイヤーでも一部の人しか分かんねえぞみたいなことを結構解説し始めたりとかするんで、麻雀業界も日吉さんっていうすごい盛り上げてくれる実況者の人がいて、その人も打つ方も強いんですけど、やっぱりもう実況が良すぎて、もう実況を引っ張りだこみたいな。そうなんだ。いろんな生き方があるというか。ありますよね。やっぱり初めて見た人が盛り上がるのは実況解説でどれだけ楽しいかだから、プレイヤーとして頑張りながらも、そうやって喋る方も頑張っていかなきゃなとは思いますね。なるほどね。やっぱ大きくなってほしいですもんね。もっとどうなりたいですか。どうなっていってほしいですか。僕は麻雀業界は麻雀がもっと麻雀僕はゲームとしてはめちゃくちゃ楽しいと思ってるんで、なんか怖いイメージ持ってる人も多いと思うんで、そのイメージをもう撤廃して本当に楽しいって言って、でも似てますねそこは。そう日本中で
広がってて、ゆくゆくは世界でもちょっと、世界もちょっとずつ広がってはいるんですけど、まだまだなんで、本当に麻雀がもっと気軽にみんな知れるような感じになってほしいですね。もっとなんかその明るい感じというか、もういろんな人が触れるような。そうですね、今もうネット麻雀とかあって、誰でもできるし、やっぱ楽しいんでね、それをもっと広めていきたい、確かにね、ネット麻雀とかね、その言ったらその可愛い女の子のキャラクターとかがポンニャとか言ったりとかするもん、するしますもんね。明るいし、なんかキャッチーだし、でちゃんと段位とかもあって上がっていくし、面白いんですよ。いやどんどん人が増えてほしい。そうですね、もっともっと。じゃあそれこそなんかどうですか、15のプロとかが出てきたら。いや出てきてほしいですね、本当に。なんかもう18歳レブリーグ入りとか、なんか本当にそういうのがあってほしい。でもどうなんでしょうね、結構麻雀とかって歴史長いじゃないですか、そういう世界ってやっぱりその下積みが長くなりがちというか、そういうイメージがあったりとかするんですけど。いやそれはそうなんですよ。いやお前はまだ分かっとらんみたいなその上の人たちが言いそうみたいな、リーグ戦ってのがあって、やっぱり上の方のリーグに行かないとなかなかきつくて、入ったばっかはもちろん下からなんで大変なんですけど、やっぱそれを吹き飛ばすぐらいのなんかすごい若手出てきてほしいですね。でもなんか普段やっぱり麻雀打つわけじゃないですか、打つ中でこいつすごいいい打ち手だなっていう若手いたりとかするんですか？いやあんまいないんですよ。やっぱ難しいんだ。そういうのが出てきてくれればなんかまた麻雀の業界が軽くなるかもなっていう。そうですね、スト6みたいに、とんでもない若手はまだ出てないって感じですね。確かに。でも逆にね、格闘ゲームとかそのゲームの方で言うと、なんだろうな、そのこれからどうしていったらいいか、結構若い子たちとかもやってくれたりとかするんですけど、光の碁ができてほしいです。光の碁は欲しいっすね。欲しいですよね。あれやっぱ最高ですよね。光の碁欲しい。もう先っていうのがね、ありましたけど、光の碁クラス欲しいですね。ジャンプであそこまでのその影響力のあるものになったりとかすると、やっぱり一大ブームというか、その一つの大きな流れを作れるんじゃないかなというふうに思うんで、結構格闘ゲームとかであったりとかすれば、特に俺は漫画とかアニメとかで育ってきた世代なんで、世代というか人なんで、そういうのがあったりとかすればいいのかなっていう。ほら光の碁なんてもうルール分かんない、今でもこのルールなんて分かんないですよだけどめっちゃ面白かったじゃないですか。何やってるか分かんないけどめちゃくちゃ面白かった。ああいうのがやっぱ欲しいなっていうふうには思うんですよね。そうすればね、若い子たちがやったりとか、いろんな人たちが興味を持って見てくれたりとか、ちょっとやってみようってね、なりますもんね。だゲームの深いあれこれとかを分かってほしいとか思わないんですけど、いろんな人たちが楽しんでやれるようなジャンルになったら、俺はいいかなとふうに思う。確かにまずやってみてほしい。スト6やったらめっちゃ面白かったですね。そうですね。だからなんかこんなおもろいんだ今って思いました。格闘ゲームって昔から面白いんですよ。でもジャンル的には。だけどアングラでまず知らないからやらない。しかもちょっとまず練習が必要だったり。なんか難しそうっていう実際難しいです。感がある。難しいです。そういうのがあったんで、なんかあんまりそのやろうとしてくれた人はいるんですけど、やれなかったみたいな時代があったからの今のストリートファイター6でそういう人たちがやりやすくなって、でここから先はね、光の碁が出てくれればいいなと思いますし、麻雀とスト6ね、結構似てるとこあると思うんで、お互い頑張っていきましょう。本当にね。いや本当にね、盛り上げていきましょう。でもそろそろなんかついたらしいんで、ちょうどいいですね。ねえ、いやもう運転手さんもなんかいつまで喋ってんだこれいやというわけで今日もね、だいぶ盛り上がっちゃったんですけど、そうですね。なんかでもちょっとなんか綺麗に締まったみたいな感じになったんで、これからもう一軒行きますみたいな人言いにくくなったけど、いやでも行きましょうよ。やっぱこれから未来でね、盛り上げていきましょう。本当に行きましょうよ。今日もありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。
すいません、もしもし、タクシーの配車1台お願いします。はい、名前、はい。謎です。謎です。すいません。いや、謎なんです。はい。違う、謎です。すいません。謎、とりあえず、はい。はい、来ていただければ大丈夫です。はい。じゃあ、お願いします。ありがとうございます。失礼します。